皆さんこんにちは、ヒロです。いつも動画の方をご視聴いただきありがとうございます。前回は電装系、外装系を全部車体に乗っけていきました。今までずっと骨バイク状態でね、みすぼらしい姿だったんですけども、外装、電装系が乗ったことによってね、一気にね、バイクになりましたね。やっとこれで乗れるぜ。そして今回なんですけども、レストアスタ TZR 初公道デビューをさせていきたいと思います。公道デビューといってもね、やっぱり最初鳴らし運転が必須になりますので、30キロ、40キロとか、ゆっくりしたスピードでね、少し走行動画をね、撮っていきたいと思います。それに伴ってなんですけども、今回、作業した内容、ビフォーアフターですね、皆さんと少し振り返りたいのと、あとですね、せっかくレストアしたらですね、2点ほどですね、ちょっとうわマジかみたいなことがねありましたので、それも皆さんとねシェアしていきたいと思います。それではね行ってみましょう。はい、それではね、前回ね、外装と電装系全部乗っけて、一応形になったんですけども、最後ですね、走り行く前にですね、足回りの増し締めだったりとか、点検ですね、締め忘れがないかとか、つなぎ忘れがない、ホースがあったり、配線があったりしないかっていうことを確認した上で、ちょっと試走の方行ってみたいと思います。まず先にですね、点検の方をしていきたいと思います。こうやってねレストア完了するとね、うわーやったー走りたい早く乗りたいってね気持ちがねやっぱすごくあるんですけども、ちょっとそこはね一回冷静になって、こうやってちょっと締め忘れないかつなぎ忘れないかをね点検するように意識してます。割とねこういうところね締め忘れがねあったりもすることがあるんで、最後一応ですね確認ですね。特に足回りブレーキまでなんてねほんと怖いからね、外れちゃうと走ってる時に早速一箇所緩んでましたね。ここだね、フロントフォークのところで、外した時に多分上はしっかり締めたんだけど、下締めなかったんだね。軽い止めしかしてねえわ。そうこういうのがねあるんでね、ちゃんとね走る前は増し締め大事ですね。こっちも緩んでたね。危ねえ危ねえ。やっぱりこうレストアしてるとね、バイク一周いろんなところをいじってますので、こうやってね締め忘れがあったりとかするので、最後走る前はねちゃんとこうやって確認をした方がやっぱりいいかなと思いますね。で僕なんか結構ね締め忘れするので、最後絶対確認するのは必須かなと思ってます。特にですね最近車の脱輪事故が結構ニュースで騒がれてますよね。なんでね今回ちょっと足回り、特にタイヤ周りはねすごく気にしてやりました。本当ねこの冬のシーズンになるとねタイヤ履き替えがね増えてね、夏タイヤからスタッドレスタイヤに変える人多いと思うんですけどもね、本当にホイールナットのねトルク管理はねしっかりしないと本当に命に関わることなんでね、気をつけていきたいと思います。それではね増し締めの方も終わったので、これから試乗に行きたいと思います。ただですね、実はこのバイクちょっと難点がね今のところ2点ほどありまして、こいつですね、イグニッションの鍵ですね、こいつなんですけど、実はねこのバイクね買った時からなんですけど、これ分かります？これねすげえ硬いんですよ。これ全然動かない、オンにならないんだよね。こいつねマジでねオンにならんくて結構やばいですね。なんでちょっとねこいつをねなんとかね分解して中の状態見てみたいのが一つと、鍵はねイグニッションキーもこんな感じで横につけてます。使うしダメだったらねちょっとこいつに交換したいと思います。とりあえず今横付けしてますね。なんだこれって話なんですけどねあとですね、こいつですね、これ皆さん覚えてますか？これ前回の外装の時に一緒に交換したイグニッションコイル、社外品のね強化タイプなんですけども、こいつねやってくれました今回。CDI とのね相性が良くないのか分かんないけどね、ピン交換して、スパークプラグ、あとプラグキャップも交換して、よしこれでもう大丈夫でしょ点火系はと思ったんですけど、まさかのねこの新品がね調子が悪いというちょっとことが起きました。で結構これね使ってる人もいるみたいで、メジャーな、社外安物イグニッションコイルだと思うんですけど、なんか相性ってやっぱあんのかな。もしなんかこれ使ってる人とか、これ以外にね TZR なんかこういうイグニッションコイルあるよとか、なんかおすすめあるよみたいなことあったらちょっと教えてください。それ以外に何でもねアドバイスいただけたら嬉しいですね。これちょっとショックですね。新品に交換したのに、何よりね途中でエンジンがね走ってる時にいきなり止まるとか、エンジンかかんねえとか、そういうのは嫌だからこれわざわざ買って交換したのに、全く使い物にならなかったという、もう最悪なパターンですねこれね。はい、それでね、今ね、純正のねイグニッションコイルをね取り付けてます。ちょっと純正の方もね一時コイルかなんかがねあんまり調子良くない感じだったので、ちょっと近いうちに交換したいと思うんですけども、本当ね新品交換したからっていいっていうもんなんじゃないんだね。なんか皆さんの中でねおすすめのねイグニッションコイルあったら教えてください。
はい、それではね、増し締めの方が終わりまして、走りに行きたいと思うんですが、その前にですね、今回作業を TZR レストアしたんですけれども、その作業をしたことによってですね、だいぶ綺麗になったなと思ってます。で、そのね、作業前、作業後ですね、ビフォーアフター、ちょっと皆さんとね、振り返っていきたいと思います。まずはヘッドライト周りですね、最初はこんなだったんですけども、社外品のヘッドライトを入れて、ネイキッド仕様になりました。でメーター周りもねすっからかんだったんですけども、こんな感じで少しね賑やかな感じになったと思いますね。初めはテールランプもなかったので、純正品の中古をね見つけて、こんな感じで取り付けました。でタンク自体はそんなにへこみもなかったし、何より傷が少なかったので綺麗でしたね。なんで軽くコンパウンドで磨いて、ワコーズのバリアコートで仕上げをしたような感じですね。デカルステッカーちょっと傷ついてますけど、そこはご愛嬌で。でタンクの中のサビはねほんと最初ひどかったんですけども、花咲か G で洗浄をして綺麗になりました。やっぱ GG すごいですね。もう本当フロントブレーキはね効かない、汚い、クソみそと最悪のね3大要素を備えてましたけども、今ではねしっかりオーバーホールしたんでバッチリ効きますね。綺麗だしね、本当にいい感じです。リアブレーキもひどかったですね。もうオーバーホールしてる時臭すぎてねゲロ吐きかけましたけども、今ではねしっかり効くようになりましたし、ブレーキパッドもしっかり面取り加工したので大丈夫ですね。フロントフォークも来た時はね滝のようにオイル漏れてましたね。すげえ来たね。でも今回はねしっかりシールも打ち替えてオイルも交換したんで、これで大丈夫だと思います。この車外のテールカウルもね最初バキバキでしたね。もうすごい割れちゃってるしね。それをね裏から FRP を貼ってとりあえず補修しました。で塗装はできなかったんでタッチアップでね仕上げたような感じになります。取り付けもねやっぱり苦労しましたね。やっぱ純正品が一番ですね。塗装の表面をコンパウンドで磨いて小傷を消してバリアコートで仕上げました。シートも元はナイロンの生地が貼ってあったんですけども、合皮を貼ってパリッと見た目綺麗になりました。でエンジンすごかったですね。もうシリンダーのサビがすげえほんと汚ねえなこれ。今はねこんな感じになってます。シリンダーヘッド変えたのでねだいぶ綺麗になったと思います。で逆側ジェネレーター側見てみるともう真っ黒ですね。ほんと汚ねえ。で今はこんな感じですね。キャブをオーバーホールしたし、ジェネレーターも一式交換したんでね。最後はマフラー周りですね。やっぱり液パイサビひどいね。チャンバー部分もねなんかオイルが垂れたような跡が汚かったんですけども、チャンバーを焼いてサイレンサーもオーバーホールして再度塗装をして取り付けました。いやねこう見るとやっぱかっこいいよね。それではねこれからねレストアした TZR 走らせたいと思います。それではとりあえず行動デビューもできました。レストア期間は約3ヶ月、費用は車体代入れて約12万円ほどかかりました。車体代が3万円に対して部品代が約その3倍の9万円ほどかかり、これを安いと見るか高いと見るかは人それぞれだと思いますが、僕個人的には10万円内で収めたかったので、少しオーバーという結果になりました。でも旧車として考えれば全体的にネット上で部品も手に入りやすかったり、その部品の金額もお小遣いの範囲で揃えられることから、遊び感覚でいじれる貴重な面白い1台かなと思いました。
ただ2ストはもうこれから数が減る一方なので、乗ってみたいって方がいましたら、値段が上がる前に部品がまだ豊富にあり情報もあってすごくレストアしやすい環境かと思うので、今あたりがトータルいい時期かなと考えています。今回のでとりあえず TZR50R のレストアは終了になりますが、まだ残っているキーシリンダーのことやイグニッションコイル、それとエンジンをオーバーホールした時に外した抱きつきを起こしてたであろうシリンダー、皆さんからまだ使えるんじゃないのとの声が結構あったので、一度そのシリンダーを組み直して使えるのかを検証してみたいなと思ってます。なので TZR レストア番外編の動画も作りたいと思ってますので、こんなの見たいよみたいなものがあったらコメント欄で教えてもらえれば嬉しく思います。それでは改めまして TZR のレストア見守ってくださり本当にありがとうございました。皆さんからのアドバイスで形になりましたし、何より2ストバイクってエンジンの構造は単純だけどめっちゃ奥が深くて、今まで考えもしなかったようなことを考えたり新たな気づきがあったりと、ただレストアして走ってやっただけじゃなくて物事を多方面から考えるきっかけ、気づきをくれた、これが2ストの魅力の一つなのかなとも思ってます。最後に、なんでわざわざこんな時代に2ストに乗るのか、現代のバイクにはない癖のある走りと楽しさ、適度な不便や不満から生まれる新しい気づき、便利が溢れてる時代だからこそ今あえて乗る2ストロークエンジンのバイクかなと思います。次回からは新企画になります。お楽しみに。時代に逆行したこのバイクのレストア修理をですね、応援してもいいよって方いましたらチャンネル登録もしくは高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。